未来の車に乗ります。未来というのは明日の車じゃなくて、この車を未来と呼びます。ついに水素燃料電池自動車、本格普及、2002年の12月に実は最初のまだ半熟卵にもいってないような状態で一応内閣府に納車した時があったので、でもそれが大きな第一歩にはなったと思うんですね。それから12年、コストも下がり、量産効果も上がり、スタックの性能も上がり、水素系の安全性も確認され、いよいよ本格普及の大きな第一歩を、この未来トヨタの水素燃料電池からスタートします。しかし、現状ではそのトヨタがものすごく進んでいるように見えますけども、実は日本ではずっとトヨタとホンダが同じような時期から水素燃料電池にこだわってきました。でこの2メーカーが、実際はここに日産も最初は加わっていて、あとダイムラーが三菱と一緒にやってた時もあったので、海外メーカーも日本に来て実証実験したりしてたんですね。ダイムラー、クライスラーとフォードだったと思いますけども、そういう意味で日本で水素のいわゆるコンソーシアムができて、その後外人組が抜けた後チームジャパンで、その石油会社から自動車メーカー、あるいは水素を扱う岩谷産業のような、水素サプライヤー、そういったところがカチッとチームジャパン組んで、このトヨタの車を生み出したわけですから、トヨタがリードしたというよりも、これは日本のチームジャパンの一つの大きな一歩というふうに理解してください。来年早々にもホンダの FC がこれに続いてきます。トヨタかホンダかというようなもうコップの中の戦いではなくて、チームジャパンとして新しい未来の自動車を日本の自動車産業が引っ張っていくんだという意味で、私はこの車を、ずっと昔から続けてきてますけども、ウォッチングしていきたいと思います。それでは早速 FCV トヨタ未来乗ってみたいと思います。さあ今日はクローズドしたコースでの、試乗ですけども、プロトタイプではなくて量産ですね。電気自動車なんだけど、やっぱり水素で電気作るから走ってる感じは電気自動車だよね。電気をバッテリーに溜めて走るのはバッテリー EV、水素で電気を作りながら走るのが、水素燃料電池フェールセルエレクトリックビークル FCV ですね。ですからリチウムバッテリー EV も水素 FCV も同じ EV ファミリーです。ということで、走ってる時は EV なので、静かです。ただ水素で発電しているので、実はスタックというその発電装置は電気と熱とお水を作ってます。私の自宅には家庭用水素燃料電池発電 1kW、2005年から入ってますけども、熱が給湯に回せるので、朝起きたら60度のお湯が200リッター作られてるんですね。ただ車の場合まだ、本格的にこの排熱を使ったり水を使ったりすることはできてないんですけども、今回、実は加湿器が必要で、ちょっと湿った空気をスタックの中に入れなければいけないんですけども、それは完全に今回スタックから発せられる熱と水蒸気を使って循環型で、加湿器を使っているという点では、世界に先駆けて初めての技術らしいんですけども、そういった細かいところまで見れば、少し熱と水も使ってるのかなっていう気がしますね。でトヨタは今回これ700万円で市販してるんですけども、もちろん記者の中からは利益が出るんですかっていう話ありますけど、今までかけた開発コストをリターンさせるほどの利益はまだまだ取り戻せないですけども、かなりその利益ということも将来見据えながらの開発だと思いますね。それでこの車のプラットフォームはおそらくカムリ、2.5 リッター4気筒のハイブリッドベースかなと思います。その内燃エンジンのところをスタック 110kW ぐらいのスタックに切り替えたんですね。ですから、相当パワーもトルクも大きいパフォーマンスのある車になってます。プリウスよりも完全に1個上の車格のパワートレーン出力を持ってますね。そういう意味でトヨタが安くできた理由はTHS ハイブリッドを基盤として作ったので、エンジンのところをスタックに乗せ替えただけで、あとは
ガソリンタンクを水素タンク、2つに2本に分けてますけども、カーボン、樹脂、ガラス繊維、さまざまなもので本当に70メガパスカルのタンクを使ってますから、安全基準で約 2.3 倍の圧力をかけても、破裂しないという、あるいは水素が漏れないというような厳しい安全基準を通ったタンクです。衝突でも、つい先日起きた名神でトラックに乗用車が突っ込まれて火災しましたけども、ああいうような状態になってもタンクは破壊しないと。ただし、車はぐちゃぐちゃになってタンクはそのまま生き残るんですが、もし火災が起きたら、パージする、安全弁のシステムがあるんですね。熱で中の圧力はもうどんどん上がっていきますから、熱である一定以上の圧力になると、自動的に、パージする安全弁の機構も持っているそうですね。水素は危ないのか安全なのかって言ったら、はっきり言って使い方間違えたら危ない、ガソリンも危ない、CNG のメタンガスも危ない、安全なエネルギーなんて実はないんですけど、使い方間違えると水素も危ないわけですから、ですから技術やシステムや教育、説明が必要なんですね。水素に親しんでない私たちは、この新しいエネルギーに対して、絶対安全ということに意識を持っていくのではなくて、どういうリスクがあるのかということで水素と正しく付き合っていくような社会が必要なのかなと思います。走ってると本当に EV なんですね。じゃあバッテリー EV でいいじゃないかと言われますけども、実は航続距離500キロぐらいある、70メガパスカルですけど、これをステーションで入れると約3分で満タンになるんですね。そうするとどうだろう、100リッターぐらいの燃料タンクのでかいガソリン車をセルフで入れればやっぱ3分ぐらいかかるので、充電時間が圧倒的に短いですね。同じ電気自動車ですけど、航続距離500キロ走る車のリチウムのバッテリーを充電しようと思ったらもう軽く1時間以上かかってしまいますけども、この車の場合は、わずか3分、35メガ、持ち運び可能な携帯用の、充填装置を使っても、10分から15分ぐらいでいざとなれば入れることができますから、はるかに電気を水素に、溜め込んで、電気自動車として電気を取り出して使った方がいいんですね。電気を水素に溜め込むって言い方がちょっと、言えて妙なんですけど、実は水素は、一番シンプルな元素なので、真ん中に原子核が1個、外側に電子が1個、この電子が電気の元なので、実は電子があるということは、電気の入れ物として水素を使っているというふうに考えていいですね。電気は発電しても貯めたり持っていくのが運ぶのが大変なので、作られた電気をその場で水素に直して、電気分解で水素にして、水素を電気キャリアとして、貯めたり運んだりする、その方がはるかにいいので、 EV か水素燃料電池車かっていうバーサスの関係もちょっとおかしくて、それは同じ走る姿は同じ EV なんですけど、電気のキャリアの仕方が二次バッテリーのリチウムに電気を入れとくのか水素に貯めるのかという違いだけだと思うんですね。しかしこれだけ大きい車が、ずっと電気自動車の状態で東京から京都まで軽くワンタンクで走れるんですね。ですからこれはもうバッテリー EV にはできない相談です。しかもコストが、バッテリー EV でそれだけ長距離を走ろうと思ったらとんでもない、量のバッテリーを積むしかないですから、もうコストは膨大になりますけども、水素だと比較的、安く、水素タンク重量で 4.6 キロぐらいで、500キロ以上走ってしまいますから、はるかにエネルギーキャリアとしては優秀なわけですね。さて未来の車走ってどうかというと、やっぱり電気自動車、ちょっとでかい電気自動車
テスラに乗ってるような感じですね。プレミアムな感じもするし、全くアクセル踏み込んでもエンジンがかからないので、プラグインハイブリッドとも違いますね。どこまで行っても EV でも、バッテリー EV と違うのは航続距離が長くて充填時間が5分前後で済む。問題はインフラとよく言われますが、だいたい来年度か再来年ぐらいまでに、100カ所ぐらい東京から西の九州、北九州に向けて、その地域で約100カ所のステーションができます。今東京でも都会の中心部からどんどんガソリンスタンドがなくなっていることを考えると、東京で何カ所か水素スタンドがあれば、航続距離が長いので、そこまで行って、水素を入れに行けばいいんですね。ですから100カ所、将来的には200カ所300カ所のステーションができれば、かなり普及の準備は整うことができると思いますね。でも私はインフラ何箇所あるのっていう話よりももっと重要なのは、仮に政府が補助金使ってインフラガンガン作ってもその後で車がいないとですね、そのスタンドが経営できなくなりますから、民間投資させる以上、水素スタンドの経営をどうするのかっていう話の方が大きいような気がしますね。ですからいろんなそこで副次的なその事業ができるような、ビジネスモデルを策定することも必要かもしれません。でもトヨタのちょっと大きい FF 車、カムリクラスとして考えるとこの車は本当に乗りやすいですね。重量1850-60キロぐらいあるんですけど、意外とエンジンルーム見ると分かるけどフロントにでかいエンジンがないから重量配分もそんなに悪くないし、非常にゆったりと音振動特性もいいですね。意外とハンドリングいいしね、重たい車がバサッっていう感じじゃないし、FF の高級車として見たら、結構いい感じの FF の A6 ぐらいの感じはあるよね。だけどこういうタイヤのところがね、エコピアとかね、せっかくのプレミアムな車なんでちょっとタイヤが硬くて遠くで猫がヒーって言ってるようなタイヤ鳴らすなとは言われてますが、勝手にタイヤが鳴っちゃったりとか、でもすごく完成度高いし、ちょっとこれだったら欲しいかなみたいなところはありましたね。補助金入れて500万ちょっと、ゼロエミッションで水素東京から京都まで行けます。どうでしょうか。